はい、鳥居のチャンネルです。それでは今回はですね、Qキットのガンダムマーク2を作っていきたいと思います。改造ポイントですね、やっぱこの顔がね、ちょっと豚鼻に見えるんでね、顔カットしてあげて奥に入れてやる。その前にちょっとマスクも削り込んでやればいい。そしてこの胸のね、ラインがちょっと違うのと、胸がね、出っ張ってるとこがちょっとへこんでるんでね、そこ直したいかなと思います。そしてね、この辺ですね。足がねくっついちゃってるんで分けたい。でここがね、すねがねちょっと分厚く見えるんですよね。ここをねもうちょっとスマートに絞り込みたい。で足ですね、足もねちょっと大きすぎますね。背面のバックパックはね結構いいですね。ただチューブどうするかですね。はい、それでは改造していきたいと思います。はい、左足は先にやったんでね、右足をやっていきたいと思います。右足ね、仮接着してるところがあるんで、これをね外していきたいと思うんですけれど、デザインナイフで接着の入ってないところにねギュッと押し込んで割っていきます。そしてね、接着してるところがねどうしてもねくっついてやりにくいんで、流し込み接着流してやるとね簡単に外れます。デザインナイフを入れて割っていってあげました。はい、そうしましたらね、足の分割の方をしていきたいと思います。前とね、かかとをね、分割したいんで、まずナイフで筋を入れてあげて、レーザーソーでね、カットしていきました。先にね、こういう風にあらかじめナイフで型入れてる方がね、やりやすいかと思います。で、そして足の甲のところのね、グレーのパーツですね、シリンダーが出る。ここをね、傷つけていって、ナイフで切ってあげてます。先にね流し込み接着流したんでね切れやすかったです。そしてね、この幅広に見えるねつま先をねこうギュッと絞っていきたいと思うんでカットしてあげてます。先にねこれもナイフで筋は入れてあげてます。トータルでね、左右両方で合わせて 2mm、こっち側 1mm くさび型にカットしていってあげてます。そして面をね鬼やすりでガリガリと一気に削っていってあげます。左右両方とも削っていってあげて、合わすとこんな感じ。はい、もう一回合わせてねこんな感じなんですけれど、だいぶ形はねアニメ設定に近寄ったんじゃないんですかね、これをすることでね。はい、そして足のねすねとかのあたりですね。ここは、ね、もうカットした後なんですけれど、後ろ側がですねどうしても広がるんで、ここのねくびれのとこカットしてあげて曲げることでね合わせたろう思います。もうすでにね足のところは 2mm ほどカットしてくさび型にねカットしていってあげてます。はい、そして面を合わすためにこちらもね鬼やすりでガリガリ削ってあげて、はい、こちらの裏面もねガリガリ削っていってあげてます。はい、このようにすればね比較的ぴったり合ってくるかなと思います。はい、先にやったね左足と比べてみてね、だいたい同じ大きさやなっていうのを見てみました。はい、そして接着してあげて貼り合わせをしてあげます。これでね、膝下の足がねだいたい形ができてきたかないう感じです。で切れ込み入れてたとこもね接着剤塗ってあげます。後でね薄いプラパンで補強はしてあげます、裏からね。はい、そしてねここつま先、先ほどね、くさび型に切って合わせてあげたんで、ここがねまっすぐじゃないです。それをねヒートペンでね潰していってあげます。平らにしていってあげます。こうやってね加工していってあげます。で後で、形の悪いとこはねリューターで削っていけばいいかないう感じです。
はい、これはかかとのとこですね。かかとはくぼんでるんで、ランナーを溶かして上からパテのようにね貼り付けていってあげて平らにしていこうと思います。このようにね、もう同じ素材なんでね、プラ同士でね削る時も比較的ね安定に削れます。接着剤つけながらね伸ばしてあげるとね割と綺麗にぴったりくっついてくれます。ただ表面がどうしてもねザラザラになるんで後でヤスリがけはしてあげます。そして段差のとこは後で 0.3mm のプラパンを貼ってね、赤のとこはちょっと飛び出るような感じにしてあげます。はい、先ほどヒートペンでやったところをねヤスリでやすって平ら面にしてあげます。はい、こちらもかかとの部分も同様に削っていってあげます。はい、そしてねつま先とかかとのね間に入る関節のところね、ここはリューターで削っていってあげてね形を整えていってあげました。次はですねつま先側とかかと側に関節を入れていってあげたいと思います。プラパンね 1mm2 枚ずつ入れて 2mm にしたね、3mm の穴を開けた、そしてポリキャップを入れてあげた関節を作ってあげました。このように入れてあげます。そしてね中のそのつなぎになるところですね、これはボールデンアームズ、3mm 軸のやつね、あれカットして角材のやつ、そして幅が足りないんで幅をそれぞれ左右 1mm それぞれ貼り付けてあげて、このようにね、間の関節軸にしてあげました。はい、スパチュラで押し当ててねギュッとくっつけていってあげてます。あとちょっと強度的に不安なんでね流し込み接着も入れてしっかりとね接着してあげるようにしてあげました。はい、そして次はねかかとです。かかとも同じような感じでねウェーブさんのポリキャップ 3mm のやつ、軸の片方を切り落としてやってプラパンで、つないでおります。でこれをね先ほど作ったつま先側とね合体させてあげればねできるんですね。はい、こんな感じでねできました。でそして足首の関節はですね、関節技イエローサブマリンの関節技のねチュー持ってきてます。四角い型のやつですね。はい、先にね作った左側とね比べてみてね、だいたい形大きさ合ってるよなっていうのを確認しております。怖いんでね何度もねぎゅーっとね圧着しておりますけどね。そうしましたらね足首関節のねイエローサブマリンのね、チューのやつ入れていきたいと思うんですけどね、この商品が今ねどうもね今欠品してるみたいですね。ちょっとねこれから先ね切れたらどうしようかないう状態ですね。6,700円ぐらいで前まで売ってたんですけどね、もしかしたら値上がりして出してくれるのかなという期待もあるんですけど、はい、あと太ももはねこのように関節作ってねはめていってあげてます。そして今作ってるのはね太ももの股関節のところの丸い球体を別パーツ化してあげて太ももとつなぐための関節ですね、これを作ろうとしてあげてます。中にね 3mm 系のねウェーブさんの四角いやつのねポリキャップを入れてあげて 3mm プラ棒で穴を開けたプラバンにね貼り付けて囲っていってあげようとしてます。このように形合わせしながら 3mm のプラ棒を囲っていってあげてますね。はい、形もね接着面はねヤスリで整えてカットした面は合わせていってます。はい、これで囲ってねポリキャップを囲みました。はい、反対側もね、蓋するために穴開けたプラパンで蓋するためにこのように接着剤して、はい、これで関節の内部ができましたね。でここに太もものここに入れてあげるんですけれど、どうしても形が合わないんでそこはヤスリ金ヤスリでヤスっていってあげて形を合わせていこうと思います。その前にね飛び出てるとこはねニッパーでバチバチカットしていっております。
はい、削ってね、このように入れるようにしました。左右のパーツを取り付けて、だいたいこれではまりましたね。はい、膝のところもね、ポリキャップ入れてあげてます。ここがね、もともとね、くっついてたんですよね、関節もね。そこを分割してあげました。はい、接着してあげて、はい、くっつけてあげますね。はい、若干ある隙間とかがね、不安なのでね、ヒートペンでね、プラくずをね、溶かして補強していってあげてます。こうするとね、割と補強も上がってね、後で外れたりずれたりするっていうこともなくなりますんでね、そういうことしておりました。はい、そして改めて反対側も接着して、で裏側とかもね、ヒートペンでねまた、はい、そしてつなぎ目もヒートペンで消していってあげてます。はい、このような感じになってるんですけど、はい、ただね、ポリキャップ入れるの忘れてたんでもう一回やり直してますね。はい、そうしましたら次はね、球体関節のとこやっていきたいと思うんですけど、まず 1mm プラパンに穴を開けたもの、3mm の穴を開けたもの、これをね ABS 系のね軸、プラサポの軸使ってね、はい、このように接着していって、一応補強のためにヒートペンで裏打ちしてあげる感じ。そしてこちらカットした球体関節、こちらにね貼り付けちゃいます。このように貼り付けちゃうんですけど、このままじゃね保持力も弱いんで、飛び出してるところをねカットしていってあげてね、そして、形をね整えていこうと思います。今ねはめてね、だいたいこの位置でいいよねっていうのを確認いたしました。はい、ニッパーでね飛び出てるとこ大まかにねバチバチカットしていってあげてます。そしてヒートペンで形を合わせていきますね。このように合わせていきます。そして足らずのところはね、溶かしたプラ材をねペタペタ貼ってね、パテ代わりに穴埋めをしていきます。はい、このようにねくずになっているプラ材でいいんでね、パテ代わりに使ってこのように穴を塞いでいきます。そしてヒートペンで成形を大まかにして、そしてねこちら膝関節の方今度作ってますね。プラパン2枚重ねてね 3mm の穴開けてるところにまたこのプラサポのランナー樹脂をぶっ込んであげてね、軸にしてあげております。はい、そしてねちょっと隙間埋めてあげたいんで、隙間をねヒートペンでまたね溶かしながらプラ材でね補強していってあげてます。はい、これでほぼできた感じですかね。そしてまた足のね膝下の方戻ったんですけれど、これ軸をどう入れるかな思って考えた時にね、後ろ側のここのパーツを切り離そういうことを考えたんで、まず筋入れてあげて、それから流し込み接着を流してあげて割っていこうと思います。そしてね怪我をしないようにねこういう手袋を使った方がいいかなっていうのを最近気づいてるんで、こういうね手袋、日曜大工道具屋で買ったやつね使ってます。はい、流し込み接着をこのように流してあげると割と簡単にあとはカットできますんでね。はい、あとはねグリグリとやりながらねカットしていってあげました。ヒートペンでね前までやってみたりしてたんですけどね、ヒートペンでね同じように、ヒートペン使った方が力も入れなくてねスッと切れるんですけど、ただ切れ目がねどうしても盛り上がったりするんで、もうちょっとね、そこが嫌やったんでねこういう風な終わり方にしてみました。はい、そしてね、今やってるのはねこれはね、そうですねシリンダーのところですね。シリンダーを 2mm のプラ棒に 0.3mm のプラパンを巻いてあげてね、ヒートペンでね160度ぐらいでゆるくして巻いていってます。ヒートペンで溶着するときはねいつも私190ぐらいなんですけど、一番低い温度が160度コントロールできるんで、溶かさないレベルで160度ぐらいでこういった風にねロールしてね巻き込んであげて、あとはウェーブのスプリングを入れてあげました。はい、そしてねこの足の甲のところのねアーマーですね、別パーツ化しました。
はい、こちらまず2ミリで穴開けてあげてね。開ける前ニードルでね当たりをつけてました。ニードルでね当たりをつけるとね曲がることはないんで、そして今度は3ミリで大きめに開けてあげます。反対側も同様にやるんですけどね。そして3ミリのプラ棒を入れてあげてね、後で固定してあげようかと思います。はい、反対側もね2ミリで穴開けてあげてます。そして3ミリで穴を一回り大きくします。一気に3ミリで開けるとねやっぱちょっと失敗する時あるんでね、だんだん大きくしていった方がいいです。そして3ミリのプラ棒を通そうとしております。はい、3ミリプラ棒をねこのように位置を合わせて、そして接着剤つけて合わしたろうとしてますね。はい、いらないところはカットです。反対側も軸を入れてカット。はい、正面はねくさび型に切った分ね、同じようにこう幅詰めしてあげてます。2ミリぐらい幅詰めして、で 0.3 ミリのプラパンをね裏から貼ってあげてね、補強していってあげてます。はい、そして飛び出てるところをねヒートペンでねカットしてあげてね面を整えていっております。裏打ちしたプラパンもね溶かしながらねカットするっていうことでね形合わせしていきました。はい、そしてね腰回りなんですけど、これも分割されてないんで、ナイフでね筋をつけてあげて、あとニッパーでカットしていってあげようと思います。はい、カット前にはね、流し込み接着を流しておくと割と簡単にカットすることができます。はい、筋をねもう一回入れてあげてね、それから次にニッパーでバッシリ切ってあげようと思います。はい、このようにニッパーで切って、そしてねニッパーが入りづらいところはやっぱりねこういうナイフでねさらに傷つけていっております。はい、カットできましたね。で反対側も同じようにカットしていっております。はい、腰アーマーの関節はこのようにポリキャップランナー 2mm のところ T 字型のところ、これをプラパンで囲ってあげて作りました。そして胸のパーツになりますね。腹部とは切り離して、あと飛び出た胸のパーツ、これがねちょっともうちょっと飛び出てほしいな、 2mm ぐらい飛び出てほしいな思ってましたんで、タミヤの 1mm プラ棒を2本重ねて出してあげるのと、腹部ですね、腹部はちょっと幅詰めしてね、あとヒートペンでね延長して長く縦にしてあげました。はい、そしてねここ下半身のとこね中心軸 3mm の軸入れたいな思うんで、中心を出したい思ってねこういう風にね鉛筆で場所を探しております。で真ん中ここだよということで、はい、腹部のところからねまず開けたいもんで、腹部も同じように中心軸を鉛筆で出しております。はい、中心軸ですね。で測ってねちゃんと出てるなっていうのを確認しました。はい、そしてねニードルで当たりの穴、小さな穴を開けてあげて 2mm でまず穴を開けてあげます。はい、ぐりぐりとピンバイスで 2mm ピンバイスで開けて、次 3mm で大きくします。はい、3mm ピンバイスで穴を大きくして、はい、仮置きしてね穴の位置が合ってることも確認したので、下半身の腰部分も穴を同じように開けてあげます。ニードルで当たりを取って 2mm のピンバイスで穴を開けていきます。その次に 3mm で穴を開けます。はい、腰パーツはね入れたままだったのでねちょっと邪魔になるんでね外してあげます。はい、そして 3mm でね穴を開けます。はい、どうですかね、こんなもんだと思います。はい、そしてねこちら差し込んであげます。はい、だいたいできたかな。こんな感じで下半身と上半身を結ぶ穴ができました。はい、そうしましたらね腹部を置いてみて、中にね 3mm のポリ軸入れてみてね様子を見てみます。こんな感じかな。
はい、そしてね、上半身の中の関節ね、こういうのを作ってあげました。胸部分の関節に使います。それからね、今接着をしてね、はい、こちら接着しております。ポリキャップをね、2つ使って、そして引き出し関節用に、ボールデンアームズをね、カットしたものを取り付けております。はい、このように接着でくっつけたんですけど、接着だけだとやっぱりちょっとね弱いかなと思ったんで、後でねヒートペンも使ってね、さらに溶着部分を増やしてあげて強度は増すような工作は後でしております。はい、次はね胸のコックピットハッチ部分のね、はい、濃いブルーに当たるところなんですけれど、これがねどうしても薄っぺらい感じがしたのでね、1ミリのタミヤのプラボ、これを貼り付けていってあげて、でそれを2つですね、2ミリ分ほど前に上げた後、ヒートペンでね形を整えていってあげました。はい、このようにね1ミリのプラボをねヒートペンで温めながら曲げて取り付けていっております。そして溶かしてね形も整えながら貼り付けていくことで、胸のね気になるちょっとね薄っぺらいのをもうちょっとボリューミーな感じにね、はい、改造をしました。はい、これがこんな感じなんですけどね、もうちょっと胸は後でねまた触ってますけどね。はい、そして気になるのはね、この二の腕がねちょっと太いかなっていうのと、この肩のラインがねもうちょっとねボリューム横にあってもいいのかなと思うんでね、そこを改造したいかなと思います。はい、仮接着面をねばらしたキットの方になるんですけどね、いらないところがねこの軸ですね。で肩パーツね、はい、軸のねこういったところもいらないんで、ニッパーでまずカットしていってあげます。はい、そして肩のアポジモーターのノズルになるんですかね、そこのところもね肩の延長したらちょっとね短くなっちゃうんで、ここを別パーツにして後で貼り付けたいと思ってカットしようとしております。カットするときはねちょっとここ力かかって危ないかなと思ったんで、また手袋をしております。デザインナイフで筋を入れたところね、ここは流し込み接着を流して割と切りやすくしてからカットしていきました。はい、全部カットしたところになります。そしてねここ肩のねここが短いような気がしたんでね、プラパンで増設していきたいと思います。1ミリプラパンを貼り付けてあげました。このように貼り付けてね、そしてね先端部分も同じように貼り付けていきます。余分なところはカットして、そして接着していきます。はい、100分の1のね当時キットの方はね、ここの肩はそんなに気にならないそこそこの長さだったと思うんですけどね、144分の1はなぜかねちょっと短く当時から感じてたんで、このように伸ばしてあげました。1ミリにしようか2ミリにしようか1.5ミリにしようか悩ましかったんですけどね、まず1ミリでこのように伸ばしてみたらね、割と1ミリで良かったんでね、あとはもう飛び出したところを形を落としていって、そしてね余分なところは金やすりで削って形を整えていった感じです。はい、大まかなところはねこんな感じでね、金やすりで粗い目のやすりでやすって、そしてねある程度削ってからね目の細かい金やすりの方に変えていきました。はい、このようにね削っていってあげました。はい、次はね二の腕の工作で1ミリほどね正面から見たとこ薄くしたいな思ったんでね、プラパン1ミリをゲージにしてね、横からナイフでね、筋をつけてあげて、それからこういう風にね薄刃ニッパーで、ラインに沿ってカットしていっております。はい、そしてねまた金やすりで接着面を削っていっております。はい、それでねこれで接着して、で中はねプラパンの積層でね詰めていってあげてね、穴開けて、はい、ここの肩関節と腕関節とつないでいけばいいかないう感じでございます。そして腕の関節なんですけど、まあ当然こうやって切り離したことによるんでね、はい、これもね1ミリほど
薄くしてあげてからまた中に関節入れてあげてね、関節の方はねこのポリキャップの 2mm の T 字型のところを使っておりますね。このような加工をしております。で反対側のねもう一個関節作らなきゃいけなくなっちゃったんで、そこはねプラパンとその同じ 2mm のポリキャップの 2mm 軸ですね、 T 字型のところ、それを使っていっております。はい、今ね T 字型のポリキャップを入れようと思って、ポリキャップの入る穴のところ、ここの高さ調整をねこのリューターで整えております。はい、リューターで潰れた穴をね 2mm 穴もう一回開けてあげて、そしてこのポリランナーの 2mm の T 字型のところ、これを入れてあげます。こうするとね関節がねできてくるかないう感じですね。で反対側、はい、プラパンでね作った関節を接着してあげました。はい、そして肩のね関節のところですね、ここはね、3mm のポリランナーのランナーを使ってね、軸にしてあげよう思って高さを合わせてあげるのと、邪魔になるところをリューターでカットしていっております。はい、リューターでね 3mm のポリ軸が動くようにこのようにね削っていってあげました。はい、そしてねどうしても穴が潰れたところがあるんで 3mm の、はい、穴をねこのようにピンバイスで開けていっております。そして後でね差し込むためのこの T 字型のポリのランナーのところ入れてます。そして、二の腕との接続ですね、ここがねちょっとね 1mm だとちょっと太すぎて 0.5 だと頼りなかったので、このパンなんかについてるねバッククロージャーっていうんですけど、ここが 0.7mm ぐらいの板なんでこれを入れてあげることにしました。バッククロージャーね結構ねプラ材のこういう小さなところで使ったりするのにね割といい素材なんでね、パン食べて残った時にね集めたりしております。はい、そしてね穴を開けてってるんですけどね 2mm の穴を開けて、であとねもうちょっと太めのやつね、この合わせ目のとこはどうしても 2mm つけると負けてしまうんで、はい、このようにね、外径が 4mm 内径 2mm のプラパイプね、これを入れてあげることにしました。はい、レーザーソーでカットしてあげます、余分なとこね。そしてそれだけだとね弱いのでねヒートペンで溶着してあげて、そして穴のところを 2mm 開けるんですけど、まあちょっとその前にね手首のところの 2mm 軸切ってあげました。ボールジョイント入れてます、あっちはね。はい、2mm がね入らないわいうことでピンバイスで広げてあげました。はい、2mm のねポリキャップの軸をこのように押し込んであげます。ちょっとまだ入りにくかったみたいですね。このように開口してあげてギュッと押し込んであげます。はい、入りました。そしたらね塗装の方なんですけどね、サフをね何度かかけては、はい、このようにね、旋盤で最後は仕上げておりますけどね、それまでにね結構隙間埋めとかね粗いとことか直していっております。はい、サフの次はね黒色立ち上げをしました。黒の次にはですね鑑定色吹いて、それからそれぞれの色を塗っていくいう手法を私はとってます。いつもの塗装法なんですけどね、エアブラシでやっております。はい、そしてねこのように塗装してメインのこの白というかグレーのとこですね、ライトグレーの36番使っております。ライトグレー塗る前にね鑑定色の上には白っぽい紫入れたのがちょっとポイントなんですけどね。そしてね、濃いブルーのとこはね、ミディアムブルーにねちょっとね紫系とか混ぜたりして作った色になります。赤はモンザですね。はい、で大体これでほぼ、ね、ガンダムのマーク2の色だったと思います。はい、そしてちょっとね、エッジのところをね目立たせたいなと思って、いつもの水性のウェザリングペイント、これをね、ドライブラシしていこうかなということでやっております。このようにねドライブラシ用のね、
この筆を使ってね、カサ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 とやっていきます。はい、そしてね、やりすぎたかな思うところもあったんでね、後でね、綿棒に水を含ませて拭き取っていっておりますね。はい、どうしてもね、やりすぎるところもね、ございますんでね。で、またこれはね、水性なんでね、塗ってしばらくの間はね、水拭きができる、結構ね、ハンドリングの良い塗料なので、そこがね、使い勝手がいいですね。はい、使ってる色はね、ダスト系の色なんでね、完全な白じゃなくて、白にちょっと薄い茶色が入ってる感じの色ですかね。はい、そういったこういうウェザリング塗装のアイテムを使っております。はい、角がね、こうやってね、目立ってくる、そんな効果があります。はい、それでは改めて組み立てて内部がどうなっているかね、再確認していきたいかと思います。はい、つま先側、こちらね、間のね、かかととの関節を入れてあげます。そしてね、横サイドのね、これ入れてあげるんですけど、ちょっと割れちゃったんでね、接着してね、直しました。はい、直したものになります。はい、このようにね、くっつけてあげて、かかともくっつけてあげます。そして内側プラパンで作ったねフレームになります。3mm のポリキャップの軸でね、この膝下とねくっつくようにしました。はい、まだね、アーマーがちょっとね接着がまだしっかりくっついてなかったみたいで、ちょっと一回ね外れちゃいましたんでね、折れて。はい、そしてね膝関節なんですけれど、このように入れてあげます。はい、そしてねチューブのところはですね、キットのままだと使えなかったんで、配給からねこういうパーツ持ってきました。このねチューブね、なかなかいい感じですね。はい、そしてね膝をね太ももと接続してあげます。ここはもともと一体化されてたところを分割しました。はい、反対の足も同じように組み立てていきます。はい、ちょっとね、シリンダーのとこが外れたみたいなんで再接着しました。はい、でこちらのねアーマー、アンクルアーマーは折れなかったみたいです。助かりました。はい、かかとの方も入れてあげてね。はい、そして膝下の方もフレームを入れてあげます。はい、もうこの辺もプラパンのね組み合わせでフレームは作っておりますんで。はい、でねちょっと再接着したところがねまだ乾いてないんでね、ちょっとずれたみたいなんで合わせておきます。はい、そしたらね膝の関節を入れてあげて、はい、裏側もねこれも取り付けてあげて、カバー取り付けてあげて、太ももをはめてあげます。はい、こんな感じですね。はい、そして太もも、このね、はい、ボール型のねジョイントにしたやつ、真ん中の中心軸はですね、これボールデンアームズカットしたものになります。これをね下半身の、プラパンから作ったフレームにつけてあげて、ふんどし部分をつけてあげますね。はい、でフロントじゃなかったお尻のねアーマーのとこなんですけど、これはバズーカ抱えられるようにね稼働するように作っております。はい、前部分ねこのようにね、4mm 径でね 2mm 軸の、ボールジョイントが入っております。はい、横のね、アーマーは 2mm 軸で取り付け、はい、こんな感じ。そして 3mm のポリ軸を中心に打ってあげて、腹部を入れてあげます。はい、これでね下半身がなんとなくできた感じで、今腕やってますね。腕もね、増設したねポリキャップの受けのとこにね腕関節を入れてあげて、肩関節入れて、はい、肩アーマーつけてあげてね、ここのね、はい、上半身のとこ、上半身のねここの赤いところはね、真鍮線でつないであげてます。肩のね関節今ね引き出しになってるんでね、ポリキャップがねボールデンアームズにくっついてるんですけど、ボールデンアームズをちょっと引き出してあげてねつけてあげようとしております。ちょっとチグがないとね入りにくい状態になっておりますけどね、
なんとか入れてってあげてる。そしてね、肩のここのねパーツね入れるの忘れてたんで入れますけどね、ここのね解釈がね難しいんですよね。はい、メカフチャンネルさんも言ってたんですけれどね、これつけるんやったら本当は肩軸もうちょっと上違うかとかね、はい、そこ難しいです。はい、そしてね二の腕のところもね、刃詰めした二の腕もくっつけてあげます。反対側ですね今ね。はい、こちらの肩アーマーも取り付けてあげて、このねどう解釈したらいいかちょっと難しいね。肩ブロックも入れてあげて、はい、引き出し関節をくっつけてあげました。はい、腕もね、はい、元キットをねちょっとデコってやったやつになるんですけどね、これつけてあげます。はい、胸パーツもね差し込んであげます。はい、元キットよりもね張り出したんでねちょっと雰囲気良くなったかな。はい、こちらはね真鍮線で差し込むようにね改造しております。はい、そしてここを差し込んだら、あとはですねランドセルのとこですね。ランドセルのパイプも、はい、足の膝関節と同じチューブを使っております。あんまり触らないとこですね。そして首とね顔もこのような分割しております。昔はね手もねこれだといまいちだったんですけどね、今はこの手の方がね私好きですね。はい、ビームサーベルもうつけてあげるだけですけどね、つけてあげました。肩がちょっと垂れてるみたいなんでね、もうちょっと引き出してね怒り型にした方がいいかもしれないです。